第1章、釜山の最南端、大宋台へ。ここ最近、茶ガルチや影地大橋、その奥にある天川文化村の辛くも立派に未来を開いてきた歴史をお話ししました。今日はあの四徳大橋を渡り、島をひたすら南へ下った本当の突き当たりのお話です。これ以上先へは進めない釜山の最南端に位置するのが、ここ大宋台です。地図で見ると、このように南に突き出た丸い岬。しかし、その断面は圧倒的な断崖絶壁になっています。その姿は後ほどじっくりご覧いただきます。大宋台という名前は、今から約1300年前、三国統一を成し遂げた古代の王様、新羅の大衆無列王がこの地を訪れた際、そのあまりの美しさに心を奪われ、ここで弓を射て楽しんだという伝説に由来しています。古くから時の権力者たちが大自然のパワーと癒しを求めてこの岬に引き寄せられてきた、そんな特別な霊気が漂う場所でもあります。第2章、名物トラムと早朝の徒歩ルート。岬の入り口まではバスで来ることができます。しかし、ここから先は円状の周回道路になっており、一周約 4.3 キロ。その中間地点に最高の景勝地が広がっています。ただ、この南端エリアは入り口から100メートルほど標高が高くなっているため、普通はたぬび列車という観光トラムに乗って向かいます。2006年に導入されたこのトラム、実は一般公募によって決められた名前で、韓国語のすべてという言葉と駆け巡るという言葉を組み合わせた造語です。その名の通り、大宋台のすべての絶景をぐるっと巡る列車という意味が込められています。先ほどお話ししたように、岬の南端まではずっと上り坂、歩いていくのは少し大変です。しかし今回は朝早い時間に撮影する関係で、まだ営業時間前でした。トラムが動いていれば大人4000ウォンを払って20分程度で快適に行けるのですが、仕方ありません。機材を背負ってとぼとぼと歩き始めます。じわじわと登っていく果てしない道。撮影機材を担いでいると結構汗をかきますね。誰か車に乗せてくれないかななんて思いながら歩きましたが、要所要所のビューポイントにはきちんと給水所が用意されているのがさすがです。本当によく整備されています。でもその苦労のおかげで、誰もいない朝の静かな岬と朝日を浴びて輝く最高の海の絶景を独り占めすることができました。第3章、断崖絶壁に佇む母子像の記憶。やっと南端の展望台へ到着しました。そしてこの最果ての崖の上にひっそりと、しかし力強く立っているのがこの母子像です。かつてここは人生に絶望した人々がたどり着くあまりに悲しい場所でもありました。そのお話をさせてください。以前四徳大橋の動画で説明したように、1950年代の朝鮮戦争によって多くの人々が家族と離れ離れになり、住む場所を追われて天川文化村ができました。生き別れた家族との再会の約束の地であった四徳大橋は、いつまでも会えない絶望から多くの人が身を投げる悲しみの橋でもあったのです。戦火が激しくなり、追い詰められる人が増えるにつれ、橋からの悲劇も増えていきました。事態を重く見た行政は、橋に24時間の警備を敷き、飛び降り防止のネットを張るなど、力ずくの対策を取ります。当時は、絶望のあまり身を投げても、助かれば警察に捕まり、逆に罰せられる時代でした。行き場をなくした人々は、死を思いとどまるのではなく、誰にも見つからない別の場所を探し始めます。
人々は人目を避け、同じ影島をひたすら南へと下っていきました。そしてたどり着いたのが、これ以上先へは進めない島の最南端、うっそうとした森と断崖絶壁が続くこの大壮台だったのです。誰にも邪魔されず確実に見つからない最果ての崖、大壮台の断崖はいつしか地元で自殺岩と呼ばれる社会問題の場所になってしまいました。行政は当初、崖の前にちょっと待ってといった警告の看板や強い標語の立て札を設置しましたが、絶望の淵に立たされた人々の心には響かず、悲劇は全く減りませんでした。力ずくの禁止や文字の警告では人の命は救えない。痛感した行政が1976年、韓国現代彫刻の巨匠であるチョン・レジン氏に依頼して建てたのがこの母子像でした。人間にとって人生の最後に最も強い心理的ブレーキとなるのは母親の無条件の愛。この心の逆転の発想は見事に実を結びます。死を覚悟して断崖絶壁に立った人々が最後にこの像の温和な母親の目を見た瞬間、自分を育ててくれた母の苦労や涙、残される家族の姿を思い出し、我に返って故郷へ引き返していくケースが増えたのです。ちなみにこの母子像、半世紀近く前の1976年に建てられた石像にしては随分と新しくて綺麗だと思いませんか？実はこれ非常に頑丈な花崗岩で作られており、さらに今も大切に磨かれ続けているため、巨匠が込めた温かみが色あせることなく残っているんです。その後、本格的な整備や夜間立ち入り制限なども加わり、かつての自殺岩という名前は完全に過去のものとなりました。第4章、四読灯台と無限の光。そしてこの展望台からさらに東へと進むと、今度は四読灯台が見えてきます。1906年に点灯し、100年以上にわたって釜山港の安全を守り続けている歴史ある灯台です。現在はリニューアルされ、美しい海を一望できる展望台やアート空間が融合した大壮台を代表するシンボルとなっています。この灯台のふもとでひときわ目を引くのが、赤と青の大きな輪に針のようなシンボルが海に向かって伸びているモニュメントです。とても魅力的なデザインだと思いませんか？この作品の名前は無限の光。彫刻家、造形芸術家のイ・ウォンギョン氏の手によって2004年に建てられました。この特徴的な針の先が意味するのは、その名の通り光の筋。灯台が暗闇を照らす光そのものを視覚化したものです。光が海と空を突き抜け、無限の太陽へと進んでいく形、転じて世界へと力強く飛躍する海洋精神を表現しています。そして赤と青の円。青い円は海と空を、赤い円は太陽と釜山広域市のシバナである椿を象徴しています。これらが重なり合い、青い円が赤い円を押し出すような動きになっているのは、未来への躍動感を表しているそうです。第5章、地続きの歴史、そして未来への希望。前回までの動画でご紹介した四読大橋が悲劇の始まりの場所だったとするならば、この島を南下しきった先にある大壮大の母子像は、人々の命を愛で食い止めた救いの場所。2つのスポットは、釜山という町が激動の時代を生き抜いてきた歴史の地続きのルートでつながっています。生きる希望を失わず、天川文化村を開拓し、スラム化をも跳ね飛ばして、住民の力で観光地化に成功した歴史。
そしてこの体操台の悲劇を愛で包み込んだ歴史、本当に立派だと思います。最後に四毒灯台の麓に立つ船に乗る男女の像をご紹介します。これは2006年に建てられた海の記念碑。古国家キム・オソン氏の手によるもので、イルカに支えられた船に乗り、力強く波をかき分けて進む男女の姿が描かれています。展望台の母子像が命を救う愛の象徴なら、こちらは豊かな海とともに未来へ漕ぎ出す希望の象徴。新旧の美しいモニュメントがこの最果ての岬を彩っています。かつては悲しみの最果てだった場所が、今は命の大切さと大自然のエネルギーを感じられるプサンで最も美しい場所へと生まれ変わっているのです。そういうちょっとした歴史を読み解きながらプサンを巡ると、まだまだ魅力的な場所は多いのではないでしょうか。あなたもぜひこの優しい愛の像と未来への希望に会いに、プサンの最南端まで足を運んでみてください。本日もここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録して応援してください。動画を編集する最高のモチベーションになります。それではまた次の素敵な風景でお会いしましょう。それにしてもカメラ機材を担いで体操台を徒歩で一周するのはめちゃくちゃ疲れました。